皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。第14回美魔女コンテスト東京ファイナリストの畑めぐみ41カラットです。今回は2児の母である私がですね、お届けするタイパ美容法をお伝えしたいと思います。日頃ですね、2人子供がいますので、ママママなんてそれぞれがね言ってきたりとかするので、朝の忙しい時間帯にますますね自分に時間かける時間がなかったりもするんですけど、お仕事に出かけられる方ももう行かなきゃなんて思ったりもされてると思いますので、そんな方にもぜひおすすめの美容法になりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではレッツ美魔女。はい、ではクレンジングしてまいりました。いかがですか？ツヤ肌伝わりますか？こう見えましてもですね、私実はすごくお肌に悩んでいた時期があったんですね。もともと幼少期はアトピーに悩まされてましたし、ニキビができたりですとか、産後のねシミがすごくできたりとかで、お肌に対してネガティブな気持ちで過ごしていた時期が長かったです。トラブルを抱えているお肌を隠すためにたくさんメイクを逆にしたりですとか、すごく時間をかけてメイクをしていたので、今そのお肌が綺麗なことっていうのが最強のタイパだと思ってます。で、今使っているこのお化粧品を紹介したいと思います。で、実はこのお化粧品使う前に関しては、今ここまで自信を持ってご覧くださいって言えるほどのツヤはなかったんですね。なので、今このセット、私が愛用しているこの4品をですね、心の底からこれめちゃくちゃいいよ、ぜひおすすめしたいですっていうくらいの気持ちでお伝えしたいと、ご紹介したいと思いますので、何々という気持ちでご覧いただければ嬉しいです。じゃあ早速、この3つパッケージがね同じなので分かりやすいと思うんですけど、こちらは美人カンパニーというコスメになります。で、こちらがまずツヤ肌ローションです。お化粧品のこの後の導入をしてくれる役割もあるローションです。とてもさらっとしているんですけど、これをですねコットンにとって使うこともあるんですが、軽く手に伸ばしてお顔全体に浸透させるように入れ込んでいきます。で、この時に皆さんよくこの口元にトラブル出やすくないですか？あと頬の毛穴が広がったり、それあると思うんですけど、皆さん結構スキンケアする時にローション1回入れるだけでもうよしになってる方がいるんですね。ただ私のおすすめとしては、ローションってお肌の内側の水分になりますので、ちょっと塗った時にヒヤッとしてきたなっていうくらいまで入れてあげると美肌にね近づけます。で、こちらがツヤ肌セラムです。これがこの中のシリーズでもですね、私が個人的に一番お気に入りのセラムです。で、このセラムなんですけど、使っているとですね、なんていうのかな、他のお化粧品で感じたことがないんですけど、こんな感じのねとろみがあるセラムになるんですけど、ツヤがですねピーンと薄まくピーンと張ったような感じのテクスチャーになります。で、これを私はこの1回ではなく1プッシュ2プッシュという出したものを2回3回数秒置いて重ねるんですね。そうするとこの薄くできた膜が厚くなっていくようなイメージで、外的刺激から守られているような感覚、バリア機能が強くなったような感覚もこれを使うようになってから感じています。で、こちらはですね、私の好きな成分がたくさん入っているのでますます大好きなんですけど、最大血の幹細胞だったりですとか、あとは美白の成分ビタミン C ですね、ABPS だったりとか、そういったものがですねたくさん入ってるんですね。なのでこの先ほどの導入のですねローションの後にこれを使うことによってどんどんですねお肌の奥に浸透していく感覚というのも感じていただけると思います。このタイミングで私は毎日ではないんですけど、このピュアニュートラセラム VC28 というのを 4,5 年愛用しているんですが、揺らぎやすいお肌だったり
とか敏感肌の方、これ中性でできている唯一のビタミン C なので、朝も夜も関係なくですね、安心してお使いできるビタミン C なんですね。で、これをこちらのセラムにちょっと混ぜて使うということも、くすみが一気にちょっとこうパンと明るくなるので、一緒に混ぜて使ったりもしています。だいたい2プッシュ出します。そして基本的にこの VC28 はワンスポット分が朝と晩の1回分、1日分っていう目安になるので、約半分ちょっとこんな感じに垂らして、これをですねなじませていきます。包み込むように。で、毛穴はね下向いているので、下から上にちょっとこう入れ込んであげるようなイメージで使うとより浸透しやすくなります。で、お口周りもしっかりと。で、あとはこう首のねこういうところまでまんべんなく伸ばしてあげると、よりエイジングのケアができます。ちょっと乾燥してきた時にまたこのツヤ肌セラムを重ねてあげるとより効果的です。最後にこちらのクリームです。このクリームがツヤ肌ジェルクリームという名前にあるように、ちょっとゲルっぽいテクスチャーになっています。これがですね、押すとプシュッとこう出てくるタイプになっています。なので雑菌が入らなくて衛生的に使いやすいというのも私のお気に入りのポイントです。で、これをですねこうちょんちょんとのせますでしょ。で、お口周りは特に乾燥しやすいので全体的にこうなじませていくんですけど、これをですねこう根元のこのキリキリまでですねこう伸ばしていくんですね。で、そうするとだんだんツヤがですねピーンとこうキラッとますます出てきます。なんかお食事とったりですとか、お口元ねまた寝る前も歯磨きしたりとかして、この辺また洗い流しちゃってということがあるんですが、このねツヤ肌ジェルクリームを使うようになってから口周りとかこの乾燥のトラブルが一気に減りました。で、12月の末から使っているので、すごく空気が乾燥している時期に使い始めているにもかかわらず、保水というのがしっかりできているからなのか、お肌のたるみ、乾燥によるたるみ、毛穴のたるみというのが今回実は感じないんですね。それも全てこのシリーズのスキンケアのおかげかなと感じております。はい、スキンケア終わりました。ではですね、続きまして愛用しているメイクベースのご紹介をしていきたいと思います。主に使っているものはこちらの美人カンパニーのグローフィット UV プライマー、そしてこちらのリアボーテシェリースキンのですね CC と2つ分けて愛用しています。今日外出がちょっと長いぞとか、紫外線強いぞなんていう日にはこちらのグローフィット UV プライマーを使用しています。で、UV の SPF 値が50プラス、そして PA も4プラスということで、紫外線対策もしっかりしてくれながら、お肌のトーンアップを叶えてくれる UV プライマーです。で、こちらに関しては、太陽の光を肌育光線に変えてくれて、肌を育成してくれるというような CC クリームになります。光によって綺麗に見せてくれるという補正効果があるものになるんですね。で、SPF 値こちら実は 15PA プラスということで、すごく低く感じるんですけど、日常的なですね、生活をするときに関しては、お肌の負担なくというこちらの、会社のですね、思いみたいなんですけど、こちらをね、使ってます。ちなみに、皆さん SPF の1って何分なのかご存知ですか？ SPF に関しては、1で20分なんですね。なので SPF15 ということは 15×20 分という計算になるので、朝使って昼過ぎぐらいまで出かけるわっていうことであれば全然こちらでこと足ります。朝使ってどこにも行かないわっていうような時はもう逆にお肌の負担なくこちら1本で済ませて生活していることが多いです。今日はシェリースキンの CC を使ってメイクしていきたいと思います。で、これは少しね色味の補正もありつつ見えない細かなパールが入っているので、
太陽のね光をこう乱反射させながらカバーしてくれるアイテムです。こんな感じです。すごく薄付きで伸びる、こんな感じで色味の補正も見えますか？あまりこう油分がすごく多くないタイプなので、さらっとねしたテクスチャーが好きな方もよろしいかと思いますし、あと時間が経ってきた時にこれ重ねても一切よれないんですね。それがまたお気に入りのポイントでもあります。はい、いかがでしょうか？今これ全て塗り終わったんですけど、そんなに塗った感感じなくないですか？素肌が綺麗に見えるっていうようなイメージで仕上がります。で、私はもうこの後ファンデーションは塗らずにこれ1本で過ごしているので、この状態で目元のメイクですとか色物のねカラーメイクというのを進めていきます。素肌感をね綺麗な状態で見せたいというのがあります。はい、ではベースが終わりましたので、続きまして目元のメイクですね、ご紹介していきたいと思います。私がタイパ的おすすめのお品がこちらのデコルテのですねアイグロウジェル、こちらとこの D アップのですね極細マスカラだったかな、もう長年ずっと使ってて名前ちょっと正式名称忘れちゃったんですけど、こんな先端がですね細くストレートタイプのマスカラで、なぜこれがタイパになるのかというようなところのお話になってくるんですが、アイグロウジェルは忙しい時に本当にブラシいらずに指でシュッと取ってこのままワンストロークで塗れるんですね。重ねて色味が濃いとか薄いとか出てくるんですけど、これでピタッとこうブラシにつけてグラデーションいっぱいやってとかやらなくても綺麗につきます。塗ってる方と塗ってない方を比べてもらうとナチュラルなんですけど、ツヤとこのきらめきと可愛くね演出してくれるこのアイグロウジェル、とても気に入っています。やっぱりこの中顔面がですね長くなってくるのが気になるということで、上にもですねこう塗るんですが、指でちょんちょんと取ってこの下のまぶたにこんな感じでですねさっと指でなじませて使ってます。下のこの目尻3分の2くらいっていうのをこう意識して、この三角ゾーンをですね埋めるようなイメージ意識しながら使ってます。で、こちらのマスカラなんですけど、以前はもう上のねまつげにエクステンションをつけたりとか、もう一生懸命頑張ってる感が強かったんですね。なんですが、だんだん意識してくるところが40代に入り、だんだんこの辺がなんか面長になってきたかもしれないっていうようなことって皆さん感じたことあると思うんですけど、ここの中顔面をちょっとでもこう短く見せたいがために下まつげにちょっとポイントを置くようになったんですね。でその時にどうしても太いこのブラシだと塗りにくくて、これをこんな感じでさっさとねこうやるだけで下まつげがセパレート、長くセパレートスパッとこう決まってくれるといういくつか使ったんですが、私はこれが一番使いやすいのと、近所のドラッグストアにも売っているので買いに行くところもタイパなんですよ。でお値打ちというところでもう10本どころじゃないぐらいこちらリピして愛用しています。でこちらの2アイテムを使ったアイメイクなんですけど、だいたいこうパウダーを使ってアイシャドウを使ってというようなメイクをすると10分かからないぐらい費やしてたと思うんですけど、この2つを使うと3分とか5分とかで済むので、かなりタイパなですね、もう指1本でいけるっていうのもそうですし、ブラシを洗ったりする手間も省けますし、このマスカラでシュッシュッとやってパッとセパレートが叶うという点もかなりタイパになっています。朝とか私子供がまだ小さくて幼稚園に送っていくんですけど、どうしてもなかなか時間が取れないんですね。でこれだとちょっとこう待っている間とかその隙間にシュッとこうできてしまうっていうところも気に入ってます。もうそのやっぱ時間がかからないというところがなかなか捨てられずに、何個目なんでしょうねというぐらい使ってます。ではですね、目元のメイクが終わりましたので、次リップのですねメイクをご紹介していきたいと思います。ロージュの
リップティントセラムという、リップグロスがあります。で、塗るとティントなので唇にですね、色が残って長時間保ってますよっていうようなですね、リップをこうケアしながら、そのティントの色も持続性が長くというですね、アイテムをですね、愛用しているんですけど、どうしてもそのツヤのあるグローなこうグロスになるので、私ここにちょっと傷がね、あるんですね。で、そういう傷にちょっとこうよれてしまったりっていうことがあります。皆さん、例えばもしこう縦じわがたくさんあるとか、口周りのね、私みたいに毛があるとかもそうですけど、にじみやすい方っていらっしゃらないですか？でそんな時にたまたまおすすめしていただいたのがエルメスのリップペンシルになるんですけど、この枠をですね、こうリップライナーのように縁取ったりとか、リップのこのシワシワのところですね、そこをこう塗りますと、ワックスでこう流れをこう止めてくれるというようなペンシルがあります。でその組み合わせがとても気に入ってるんですが、もう一つのお気に入りのですね、リップのアイテムをご紹介していきたいと思います。それがこちらです。こちらも、さっきのですね、リップペンシルと同じエルメスのものになるんですけど、これは色味がついているカラーですね、になります。で、色味がブルベの方でもイエベの方でも比較的使いやすいです。で、輪郭をここにこうたくさん描くとすごく強調されて、リップライナーだけ浮いてなんか違和感って感じる方いらっしゃると思うんですけど、これすごく馴染みが良くて、かつ最近ちょっとマットなリップも流行ってきてると思うんですけど、これをもう普通にこんな感じで塗ってしまって使うという時もあります。そうするとやっぱりリップの定着がいいので、この上にグロスで仕上げる時もあるくらいなんですけど、よれにくさっていうのも発色の良さっていうのも出てきますので、このペンシルもとてもおすすめのアイテムになってます。どうでしょうか？右と左と中画面の長さ比べていただくと違いわかりますか？こことこの長さです。こちらは下まぶた、先ほどアイブロウジェムをのせました。そして下まつげもマスカラのせました。ここがちょっとこうね、あることによって短縮されてるの伝わりますか？はい、これでですね、タイパメイク終わりました。皆さんメイク何分くらいかけてらっしゃいますか？多分10分とか15分とかかけてる方多いと思うんですけど、このタイパメイクなら5分で済みます。では最後にタイパ的マッサージ法をお伝えしたいと思います。夕方ふとこう鏡に映った自分の顔を見てゾッとすることありませんか？その時にですね、私がよくやっている簡単なマッサージ、リフトアップ法をお伝えしたいと思います。それはですね、このお耳出していただいて、耳をちょうどこの人差し指と中指で挟んでいただく。こんな感じですね。このお耳の周りには耳下腺というですね、リンパがあって、そこからこうむくみだってこう老廃物を流してくれるところがあるんです。ここを大きくお耳の付け根を動かすイメージでグリグリ回していきます。縦縦、横横、グリグリ。こうやってね、やるだけでお耳がだんだん暖かくなってくるんですね。そしてこの目から横にぐーっとこうお耳の上、この辺りの側頭筋、ここもグリグリと頭皮をね、こう動かすイメージでやっていくと、一瞬でフェイスラインのもたつきがシュッとなくなって、目の疲れも改善されて、またですね、血色が良くなっていきます。耳を引っ張ったりとかするのもおすすめです。タイムレスビューティー。皆様いかがでしたでしょうか？私のようにですね、子育てをしながら、時間に追われている
タイプの方もねいると思いますし、お仕事でなかなか時間が遅くなってしまって取れないというような、方もいらっしゃると思うんですが、このタイパ美容ぜひお試しになっていただけたら嬉しいです。美魔女スタイルのチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。